ゴジラ -0 のティザー映像。最後のカットで、ゴジラが自由の女神に迫ります。ニューヨークです。ですが、この映画の舞台は、1949年の日本です。戦後の復興期、敷島家の物語のはずでした。なぜ、ニューヨークが映るのか、公式は、まだ答えていません。ただ、監督は意味があるとだけ言っています。今日は、その話をします。なお、この動画では前作ゴジラ -1 の結末に触れます。まだ見ていない方は、ご注意ください。まず、事実だけ整理します。ゴジラ -0 の公開は、2026年11月3日、北米は11月6日、日本制作のゴジラとしては、初めての日米同時期公開です。監督脚本 VFX は、前作と同じ山崎隆。上映時間は、2時間15分。これは8月6日に発表されました。舞台は1949年。前作ゴジラ -1 の2年後です。そして、邦画で初めて、フィルムド 4IMAX として撮影されています。これが何を意味するか、簡単に説明します。IMAX の規格に合わせて、初めから撮影されているということです。普通の映画を IMAX の画面で上映するのとは違います。画面の縦の幅が広くなり、通常のスクリーンでは見えない部分まで映る。つまり、この作品は、大きなスクリーンで見ることを前提に作られています。邦画で、これは初めてです。そして、キャストの一人はこう語っています。広大な土地にそびえ立つセットの恐ろしさが忘れられない。と、大きな画面のために、大きなものが実際に建てられた。参考までに、前作の数字も確認しておきます。ゴジラ -1 の興行収入は、76億5000万円。第96回アカデミー賞では、視覚効果賞を受賞しました。ここまでが、確定している情報です。問題のティザーが初公開されたのは、2026年4月14日、アメリカ、ラスベガスです。シネマコンという、世界最大級の映画コンベンション。そこで山崎監督が、自ら登壇しました。映像には、敷島が再び飛行機に乗る姿、悲痛な表情で涙を落とす典子。そして最後、ゴジラが、ニューヨークの街を蹂躙し、自由の女神へと迫ります。会場からは、地鳴りのような歓声が上がったと報じられています。ここで、立ち止まってください。この映画の舞台は、1949年の日本です。前作は、東京でした。銀座で、有楽町で、戦後の焼け跡の上で戦った映画です。そして今作も、1949年の日本が舞台だと発表されている。なのに、なぜニューヨークなのか。1949年という年を考えると、さらに引っかかります。この年、日本はまだ占領下にありました。独立を取り戻すのは、3年後です。その時代の日本の物語で、ゴジラがアメリカの象徴の前に立っている。これは、ただの派手なカットではないはずです。そして、もう一つ引っかかることがあります。前作ゴジラ -1 には、最後まで説明されなかったものが残っていました。一つは、病室の典子の首筋に映った黒い跡、何なのか、作中では一度も説明されません。もう一つは、ラストカット、ゴジラが崩壊した後、海の底で肉片が再生する描写で映画は終わります。どちらも、日本での話です。海底で再生していたものがあり、典子の体に何かが残っている。その続きが、なぜニューヨークにつながるのか、ここから先は、私の見立てです。もし前作で残されたものが、日本の中だけで完結しないとしたら、海に帰ったものが、海を越えたとしたら、1949年に、太平洋を渡って、アメリカにたどり着く。そう考えると、自由の女神のカットは、物語の終点ではなく拡大を意味することになります。繰り返しますが、これは公式の情報ではありません。ここで、この映像がどこで公開されたかを、もう一度見てください。シネマコンは、映画の興行や配給に関わる、世界中の関係者に向けたコンベンションです。ハリウッドの大手スタジオが、注目作を紹介する場。過去には、トム・クルーズが自作のために登壇し、ジェームズ・キャメロンの新作映像が初公開されています。そこに、山崎隆監督が立ちました。邦画の実写作品がメインステージで紹介されるのは、異例のことだと報じられています。つまり、この映像は日本のファンに向けて作られたものではありません。アメリカの映画業界に向けて、この作品を買ってくださいと見せるための映像です。そう考えると、最後のカットが自由の女神である理由の半分は説明がつきます。アメリカの観客に、最も刺さる絵だからです。ですが、それだけでしょうか。宣伝上の理由だけなら、監督は意味があるとは言わないと思います。この点について、監督自身が答えています。アメリカのメディアコライダーのインタビューで、山崎監督はこう語りました。自由の女神は、短いシーンながら、登場人物に意味を持つと、短いシーン、つまり、ニューヨークが物語の中心になるとは言っていません。ですが、意味を持つとは言っている。海外のメディアも、
ニューヨークが重要な舞台になるのかを気にしていますが、そこは今も謎のままだと報じられています。公式が明かしているのはここまでです。そして、このティザーにはもう一つ引っかかる部分があります。映像の中でこういう台詞が流れます。もし奴らが失敗したら、今度こそあれを使うかもしれない。あれ、誰が言っているのかも、何を指しているのかも、公式は説明していません。1949年、占領下の日本、そして自由の女神、この3つが並んだ時、あれが何を指すのか、想像はつきます。ここから先は、私の見立てです。1949年のアメリカと日本の関係を少し補足します。この年、日本はまだ占領下にありました。独立を取り戻すのは3年後です。自分たちで決められないことがまだたくさんあった。そして前作でも、日本は自力で戦うしかありませんでした。アメリカはソ連との関係を理由に動かなかった。だから渡積作戦は民間の人間たちだけで行われたんです。もし今作でアメリカが舞台に絡むなら、その前提が変わるということになります。助けなかった国が当事者になる。1949年という年にそれが起きる。これは単に舞台が広がるという話ではありません。前作が抱えていたものがひっくり返る可能性があります。ただし、これは公式の情報ではありません。キャストにも気になる点があります。前作から神木隆之介さん、浜辺美波さんをはじめ主要なキャストが続投しています。そこに一人新しく加わった人がいます。田中泯さん。役柄は生物学者村上寛治。前作に生物学者はいませんでした。この生物学者という役柄についてもう少し考えてみます。前作でゴジラに対峙したのは元軍人と船乗りと技術者たちでした。戦い方を考える人はいましたが、ゴジラそのものが何なのかを説明する人はいなかった。そこに今作、生物学者が加わります。ここからは私の見立てです。生物学者が必要になるのは、ゴジラを倒す方法ではなく、ゴジラが何なのかを説明しなければならない時です。前作のラスト、海底で再生していたもの、ノリコの首筋に残っていたもの、それらに名前を付ける役が、今作には用意されている。そう考えると、この配役は偶然ではないと思います。ただし、公式は役柄の詳細を発表していません。そして監督は、こう言っています。日本を、そして敷島家を、さらなる深い絶望が襲います。マイナスからゼロへと至る童貞は、決して平坦なものではありません。最後に、一つ断っておきます。ティザー映像に使われたカットが、本編にそのまま入るとは限りません。宣伝用に作られた映像が本編から落ちることは、実際にあります。この点は、公開直後から冷静に指摘されていました。つまり、自由の女神のあのカットが、本編には存在しない可能性も、ゼロではない。私は、確認できていないことを、確認できたようには話しません。分かっているのは、ここまでです。舞台は1949年の日本。それなのに、ゴジラは自由の女神の前に立っている。監督は意味があると言い、中身は明かしていません。答えが出るのは、11月3日です。あなたは、なぜだと思いますか？コメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思っていただけた方は高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。